はいどうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はこれさえ描ければ大丈夫、効率よく顔を描き分ける方法ということでやっていきたいと思います。皆さんの中には好きなキャラクターの描き方はわかるけど、普段描かないようなキャラクターになると途端に描き方がわからなくなってしまうなんて人も多いのではないでしょうか。例えばですが、普段可愛い女の子のキャラクターしか描かない人はおじさんキャラやイケメンキャラが苦手だったり、逆に普段リアルな男性キャラばかり描いている人は美少女キャラやデフォルメの効いたキャラクターなどは苦手なのではないでしょうか。ということで今回は基本となる一つの骨格を使ってリアルなキャラクターからデフォルメの効いたキャラクターまで効率よく描き分ける方法をお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければいろいろなキャラクターを描くときにいちいち描き方を変えなくても同じ下書きを使ってどんなキャラクターでも描き分けることができるようになりますので、自分の得意なキャラ以外を描こうとしたときに描き方がわからなくなってしまう人やいろいろなキャラクターを効率よく描き分ける方法が知りたい人はぜひ最後までご覧ください。顔の描き方シリーズは今回で7回目です。前回までの動画をまだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきましたのでそちらも合わせてご覧ください。またこのチャンネルではこれからプロのアニメーター、イラストレーター、漫画家を目指す人、または趣味で絵を描いているけどもっと絵が上達したい人に向けて有益な情報を発信していきますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、どんなキャラクターを描くときでも共通して使う土台の部分から描いていきたいと思います。まずは頭を球体で描き、顔の方向を示す十字線を描きます。この時縦線は顎の位置まで引いておくのがポイント。球体のサイドを切り落としたら中心を通る縦線から顎先まで顎のラインをつないであげます。反対側も同じように描いていきます。あとは首をつけてあげれば基本となる顔の土台の形は完成です。この基本の土台をうまく使えばどんなキャラクターにも応用して描くことができるんですね。実際にいくつか描いてみましょう。まずは基本となるリアルな人から。まずは顔の比率のあたりを描きます。顔の中央線の上に髪の生え際、眉間の位置、鼻の下、顎先の位置にあたりを取り、鼻の下から顎先までをさらに3等分して口の位置と顎の付け根の位置にあたりを取ります。眉間から鼻の下までの間を2分割してさらに上半分を2分割した位置に眉間の台形を描きます。顔の比率のあたりが描けたら顔のパーツを単純な形で下書きしていきます。頭の土台と比率線があるのでこれに合わせて描けば顔のパーツの位置が大きくずれることはないと思います。今回は鼻から描いていますがここから描かなくてはいけないという決まりはないので土台に合わせて描きやすい部分からあたりを描いていくのが良いかと思います。目の部分は先に眼下と呼ばれるくぼみを描いて全体のバランスを確認しておいてから目のシルエットを描くようにあたりを描いていきます。これで土台に合わせた下書きは完成です。あとはこれを下敷きにして各パーツにディテールを入れていきましょう。僕の場合、目の印象を先に描いておくとキャラクターがイメージしやすいので目からブラッシュアップすることが多いです。リアルな人の場合、まつげなど目のデザインはあまりごちゃごちゃさせずにシンプルに仕上げた方が感じが出るかと思います。こんな感じで鼻と口もブラッシュアップしていきましょう。眉毛も下書きに合わせて太さを調整しながら描いていきます。次は輪郭を描いていきます。ほっぺの出っ張りや顎のラインを角張らせてしまうとデフォルメ感が出てしまうのでなるべく柔らかい線でつないでいきます。耳もシンプルな形で描いていますがもう少しリアルに寄せてもよかったかもしれません。あとは髪の生え際の補助線を目安にお好きな髪型を描いてあげましょう。今回は分かりやすくするために坊主頭にしてみました。これに首を足してあげればリアルな顔の人の完成です。それではこれと同じ土台を使っていろいろなキャラクターを描いてみたいと思います。最初はリアル寄りの男性キャラクターから。まずは先ほど描いた土台の上に顔のパーツのあたりを描いていきます。基本的にはリアルな顔の人と比率は変わりませんが、かっこいい男性キャラを描く場合は目の位置を少し上にずらして目と眉毛の間を狭くして顔の彫りが深い印象を出してあげるのがポイントです。目のシルエットはリアルに近い横長のデザインの方が多いかと思います。輪郭線はあまり凹凸はつけずに直線的に描いてあげるとスラッとした印象になるかと思います。耳は縦長に描いてあげて顎は尖らせない方が男性的かと思います。こんな感じで比率のあたりを取ったらお好みのデザインでディテールを足してあげましょう。まずは目の印象を描いていきます。切れ長の目の場合、瞳の大きさはリアルな人と同じくらいで声援を意識した形でいいのかなと思います。男性キャラの場合はまつげなどは描かない方が一般的ではないでしょうか。眉毛に関してはキャラによりけりだと思いますので太さはお好みで調整してください。鼻筋は直線的に長めに描いて口は横に長く仕上げます。
輪郭線はちょっとしたズレで顔の印象やニュアンスが大きく変わってしまうことがあります。顔が膨らんで見えたり細くなりすぎないように微調整しながら描いていきましょう。顔のパーツが全て描けてから瞳の中のデザインを入れます。細かいディテールを先に描いてしまうと全体のバランスに意識がいかなくなってしまうことがありますし、ディテールを描き込んだ後でバランスの崩れを直さなくてはいけなくなった時に一度全部消して描き直す羽目になるので作業時間が無駄になってしまいます。ですので細かい部分は必ず全体のバランスが描けてから描き込むようにしましょう。顔が描けたら最後に頭の形に沿って髪の毛を足していきます。余談ですが、髪を描くときは意識しなくてはいけない3つのルールがあるのですが、皆さんご存知でしょうか？ 1 つ目は頭の形を意識する。2つ目は髪の付け根、生え際を意識する。そして3つ目は髪のブロックを意識する。この3つになります。今回は細かい話は割愛しますが、この3つが意識できていないといくらディテールや色塗りにこだわってもちゃんとした髪型に見えなくなってしまいますので気をつけてください。こんな感じの男性キャラの場合、髪の束を細めにして髪の方向も外羽なんかを多用してある程度ランダムに散らして描いてあげるのがいいんでしょうか。普段あまりこういう男性キャラを描かないので間違っていたらすみません。髪型に関してはですね、お好みの問題があると思いますので皆さんのお好きな髪型で仕上げてみてください。ということでこんな感じに仕上がりましたね。同じ土台を使って次はこんな感じのアニメによく出てきそうな女の子のキャラクターを描いてみましょう。まずは先ほど同様比率のあたりを描いていきます。よく間違いがちですが、この描き方の場合どんなキャラクターでも眉間の位置は必ず同じ位置になります。輪郭線は女の子らしくほっぺを膨らませて顎に丸みを持たせてあげましょう。耳は丸みのあるデザインにしてみました。次に目のあたりを描いていきます。目の入る位置の上下に横線を引いて目のシルエットを描いていきます。アニメっぽいデザインの女の子のキャラクターを描く場合のポイントは、リアルな人に比べて目の位置を下げて目と目の間隔を若干広めに取ってあげます。首はキャラクターに合わせて細めに描いてあげましょう。こんな感じで下準備ができたらキャラクターのディテールを描いていきましょう。アニメ風の女の子の場合、目の縦横比が同じか縦長のデザインが多い気がします。横長のデザインだと先ほど描いたようにリアルな顔に近い印象になるので、どのくらいのデザインにするか考えて描いていきます。瞳の形もリアルな人のように声援ではなく縦長の卵型のデザインにしているものが多いのではないでしょうか。鼻の位置は目を下にずらした関係で比率の当たり線より下に取っています。この手のキャラの場合、点で鼻を描くことが多いのではないでしょうか。可愛らしい印象にするために眉毛は上目に取ってあげます。人間の眉毛は比較的自由に動きますので、眉間の位置を基準にして描きたい印象に合わせて眉毛の位置を変えてみてください。輪郭線は下書きを参考に微調整しながら描いていきましょう。耳がやや上すぎるので修正しながら描いていきます。耳から顎までのラインをつないであげれば顔の部分は完成です。あとはキャラクターの印象に合わせてお好きな髪型を描いてあげましょう。先ほどお話ししたように頭の形、髪の根元、どのブロックを描いているかを意識しながら描いていきます。たまに頭の形を無視して頭蓋骨から髪の毛までものすごい距離を空けて描いている人がいますが、アフロなどの特殊な髪型でない限り頭と髪の隙間はこれくらいに留めておいた方が良いかと思います。このキャラのような普通の髪型なのに頭から髪までの距離が空いてしまう場合は、頭の形の描き方が意識できていない可能性がありますので、髪の毛の下にある頭の形をしっかりと意識して当たりを取るようにしてください。線画が完成したらお好みでベタ塗りや影付けをしてあげましょう。アホ毛を散らしてあげれば完成です。次はこんな感じのかなりデフォルメの効いたキャラクターを描いてみましょう。先ほど同様まずは顔の比率を描いていきますが、デフォルメの効いたキャラの場合は顎を短く取るのがポイント。顎先の位置をこれぐらいに取ったら半分のところに鼻の位置の線を引いておきます。輪郭線はデフォルメの度合いに合わせてかなり丸みをつけてあげます。耳の位置も低めに取っておきましょう。どんなキャラクターでも眉間の位置は絶対に球体の中心に描くのがポイント。目の位置を決める線を引いて、その間に目のシルエットを描いていきます。デフォルメキャラの場合、目は大きくなる分、目と目の間はリアルな人と同じく目一つ分でいいかもしれません。眉毛は眉間を基準に表情に合わせて自由につけられます。これを下敷きにディテールを描いていきます。目と目の間が目一つ分もないような気がしたので、ちょっと目の位置を修正しながら描いていきます。目の位置が目一つ分より狭いと顔が窮屈に見えてしまいますので、そこは気をつけたいところですね。瞳の形は縦長の楕円で描いていきます。この段階ではまだ瞳の中のディテールは描かず、左右のバランスに意識を向けて描きましょう。比率線を目安に鼻の点を描き、下書きに合わせて眉毛と口を描いていきます。あとは輪郭線を足してあげれば顔の部分は完成です。デフォルメキャラの場合、頭の形を意識しつつ髪のボリュームは多めに取ってあげた方が可愛らしさが出るかもしれません。あまり細かい毛束を使うとリアル寄りになってしまうので、ざっくりとした毛束で大きく描いていきます。
余談ですが、幼いキャラを描くときに髪型は頭全体のシルエットの横幅が広く見える髪型を選んであげるのがポイント。頭のシルエットが縦長だと知的なキャラや大人びたキャラの印象になるので、子供っぽさを出したい場合はシルエットの横幅が広く見える髪型を選びます。ツインテールやお団子頭が幼さを引き立てる典型的な髪型ですよね。この子の場合、幼さを引き立てるためにちょっと強引ですが謎の三角アイテムをつけて補填していますね。全体が描けたらまつげや瞳の中のディテールを描いていきます。あとはお好みで色塗りや影付けをしてあげれば完成です。例外としてこの描き方では描けないタイプの顔を2つ紹介しておきます。1つはキャラクターがデザイン化されているタイプ。この手のキャラクターはデザインとしてキャラクターが描かれているので立体として捉えると逆におかしくなる場合があります。例えばアニメ版のクレヨンしんちゃんの場合ですが、最近のデザインのものは実は真正面の顔は存在しません。目が正面を向いていたとしても必ず左右どちらかにほっぺが膨らんでいて、耳も両方同時に見えることはないんですね。このようなデザイン重視のキャラクターの場合は設定に従って描きましょう。もう一つはキャラクターがそもそも丸でデザインされているタイプ。サザエさんのようなそもそも頭のデザインが丸で描かれているタイプのキャラクターにはこの描き方は使えません。そんなことわざわざ言われなくても見ればわかりますよね。ということで今回は同じ土台からいろいろなキャラクターを描き分ける方法をご紹介しました。今回の内容が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。またヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。